糸です。お好きな毛糸を2色用意します。糸の太さは並太という太さのものが編みやすいと思います。材質は私はウールのものを使いますが、アクリルなどでも構いません。お好きなボタンを1つ、大きさは 15mm から 20mm ぐらいのものがいいかなと思います。道具はこちらになります。かぎ針とマーカー、とじ針とハサミが必要になります。かぎ針の号数は毛糸のラベルに記載してある号数に合ったものを使いましょう。毛糸の扱い方ですね。これ外に出ている糸端を使うと編む時に毛糸が転がって編みにくいので、内側から糸を引っ張り出します。内側から糸端を探して使います。糸のかけ方を説明します。左側に糸玉です。右側に糸端か編み地を持ってきます。まずは小指と薬指の間に糸を挟んで、人差し指に糸をかけて、中指と親指で編み地を持つ、あるいは編み始めは糸端をつまむという形になります。小指に一周糸を巻いてやってもいいかなと思います。では針の持ち方です。ペンを持つように軽く握ります。これがペン持ちと言われる持ち方です。それからナイフを持つように持つナイフ持ちという持ち方もあります。では実際にペン持ちで長編みを編んでみますね。針に糸をかけます。この時に中指でここを押さえておくと編みやすいかなと思います。針に糸をかけてここを押さえます。ナイフ持ちでやる場合は針に糸をかけて人差し指で軽く押さえて編んでいくとやりやすいかなと思います。どちらの編み方でもやりやすい方で、目の大きさが安定するなと思う方でやってみていただければいいと思います。糸をかけて持ちます。糸端は5センチぐらい残しておきます。作り目をしますね。後ろ側から持ってきてくるっと回します。ここをつまんで針に糸をかけて糸を引き出します。糸端を引っ張ってギュッと引き締めます。これが作り目ですね。で、次から鎖編みを斜め編んでいきます。針に糸をかけて引き出します。これが鎖編み1目です。2、3、4、5、6、7、鎖編み7目編めました。7番目の目にマーカーを入れておきます。では次から長編みなんですが、一番最初は立ち上がりをしますので、鎖編み3目編みます。この鎖編み3目は長編み1目の代わりになります。次から長編みをしていきます。針に1回糸をかけて中指で押さえます。マーカーの入っている隣の鎖の間に針を入れて糸を引き出して、ループ2つを引き抜いてループ2つを引き抜きます。これが長編みになります。
もう一度やってみます。針に糸をかけます。鎖を割って糸を引き出してループ2つを引き抜きます。ループ2つを引き抜きます。これで今長編み3目編めたことになりますね。次です。次の目は、長編みを5目編み入れます。針に糸をかけてこの目に長編みを5回編み入れます。一つの目に長編みが5目入りました。ではこの真ん中の目にマーカーを入れておきます。では次から長編みをまたんでいきますね。隣の鎖の間に針を入れて長編み、隣の鎖に針を入れて長編みです。そして最後の鎖は長編みを9目編み入れます。長編み9目編めました。次から長編み5目一度というのをやっていきます。1、2、3、4、5目分を1目にするというやり方になります。まずは針に糸をかけて、ここですね。隣の目ですね。ここの隣の目です。針を入れて糸を引き出してループ2つ分引き抜きます。長編みはこの後本当はこうしておくと長編みになるんですが、ここまでやらずに途中でやめておきます。これを未完成の長編みと言います。未完成の長編みが1つ編めましたね。次も未完成の長編みです。このまま針にかけておきます。3つ目ですね。未完成の長編み、未完成の長編み4つ目、未完成の長編み5つ目です。未完成の長編みが5目と、それから最初のループがかかっています。全部でループは6つかかっていますね。これを一度に引き抜きます。これが長編み5目一度という編み方になります。次はこのマーカーの入っているところに長編みを8目編み入れます。長編み8目編みました。では最初のこの鎖3目の立ち上がりのところですね。ここに引き抜き編みをするんですが、一番上の鎖のところ、このように針を入れて、そしてここで白の糸に持ち替えて、白の糸で引き抜き編みをします。
ピンクの糸は一旦ここでカットします。小さいハートが編めました。では2段目です。鎖編み3目で立ち上がります。次の目から長編みを編んでいくんですが、普通はこの長編みの頭のところに編み入れますね。これが普通の長編みなんですが、今回はちょっと違ったところに編んでいきます。この長編みの頭の裏側、このループです。ここに長編みを編みます。長編みの頭の裏側のこのループです。ここに長編みをします。長編みの頭の後ろ側のこのループ、ここに長編みをします。こうするとここに鎖編みのラインができてきて、1段目のハートがくっきりとするんですね。なのでこの編み方で編んでいきます。では次の目も同じように頭の後ろ側のループに長編みをします。次はマーカー入れたところですね。ここは長編みを5目編みます。長編みの頭の後ろ側のループに長編みを5目編み入れます。一つのところに長編み5目編めました。真ん中のところにマーカーを入れておきます。ではこの後 1,2,3,4,5,6,7 目分後ろ側のループに長編みを編んでいきますね。長編みを7回編んできました。では次は1つの目に2回長編みを編み入れます。目を増やしました。次の目は長編みを3回編み入れます。次の目も長編みを3回編み入れます。次の目は長編みを2回編み入れます。ここまで来たら今度1,2,3,4,5、次の5目は長編み5目一度押していきます。
裏側のループに未完成の長編みを1回、次の裏側のループに未完成の長編み、次は5目一度下目ですね。ここは針に1回糸をかけます。裏側のループが5目分です。ここから糸を引き出して未完成の長編みとします。次の目はこの目ですね。裏側のループに未完成の長編み、もう一つ裏側のループに未完成の長編み、これを一度に引き抜きます。次は、長編みを2目編み入れますね。同じところに長編みを2目編み入れます。次は同じところに長編みを3目編み入れます。次は同じところに長編みを3目編み入れます。次は同じところに長編みを2回編み入れます。あと残り2目ですね。ここは1目ずつ編んでいきます。ここまで編んだら最初の立ち上がりの鎖3目、一番上の鎖ですね。ここに針を入れて、今度はピンクの糸に持ち替えて引き抜き編みをします。白の糸はここでカットしておきます。3段目です。鎖編み3目で立ち上がります。次からマーカーの手前まで 1,2,3,4,5,6 目ですね。後ろ側に長編みを編んでいきます。そうしたらマーカーのところに後ろ側に長編みを5目編みます。5目編んだ真ん中の目にマーカーを戻しておきます。次から1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 目、それぞれ1目ずつ長編みを編んでいきます。
長編み10回編みました。次の1,2,3,4,5,6,7目分ですね。次の7目は1目に対して2目ずつ目を編み入れて目を増やしていきます。同じところに2つずつ編んでいきます。斜めのところを14目にして目を増やして編みました。次は5目一度するところですね。1,2,3,4,5 この部分を5目一度していきます。未完成の長編み1、未完成の長編み、ここは5目一度したところですから裏側は5目分拾いますね。未完成の長編み、これで3目ですね。はい、これで未完成の長編み5回ですね。一度に引き抜きます。次の目から7目は1つの目に2目ずつ編み入れていきます。1,2,3,4,5,6,7目分を14目にして編みました。最後3目残っていますので、ここは1目に対して1目ですね。そうしたら最初の立ち上がりの鎖に引き抜きます。では糸をカットして裏側を糸始末していきます。ではまず編み終わりのところ糸始末してみますね。引き抜いたところで終わっていますので、これを糸を裏側に
裏側に出して、同じ色の糸のところを浅くすくって、表側に針が出ていると糸を通した時に見えてしまいますので、表側に目立たないようにして糸始末します。では他のところも同じように表側に糸が目立たないように裏側で糸を隠しておきます。余分な糸はカットしておきます。これで1枚編めましたので、もう1枚同じものを編んでいきます。ではこれを重ね合わせていきます。ではまず1枚持ちますね。で、中心から6目のところ、中心というのは5目一度下目ですから、ここになります。ここにじゃあ分かりやすいようにマーカー入れておきますね。中心は5目一度下目になります。ここから1、2、3、4、5、6番目の目、6番目の目から編んでいきます。では白の糸を手に持ちます。そしてここから糸を引き出します。鎖1目ですね。そうしたら根元に細編みをします。細編みは針をこの長編みの頭に入れて糸を引き出して2つのループを一度に引き抜きます。これが細編みです。では次の目から1目ずつ細編みを編んでいきます。細編みが6目編めましたね。ではマーカーのところに細編みを1目編みます。次から1、2、3、4、5、6、6回細編みを編んでいきます。全部で13目ですね。全部で細編み13目編めました。ではもう1枚の方ですね。中心にマーカーを入れます。5目一度下目ですから、ここが中心になります。そしてこちら側に1、2、3、4、5、6、6目飛ばして7番目の目にマーカーを入れておきます。ではこの2枚を裏同士を内側にして重ねます。では次の目から2枚重ねて一緒に編んでいきます。まずこちらに針を入れますね。そしてこのマーカーを入れた目、マーカーを入れた目に針を入れます。そして一緒に糸を引き出して2つのループを一度に引き抜きます。細編みですね。次の目も2枚一緒に針を入れます。糸を引き出して2つのループを一度に引き抜きます。細編みですね。では繰り返して細編みを編んでいきます。
次はこれ鎖で立ち上がって引き抜き編みをしたところ、ちょっと入れるところが分かりにくいですが、ここに入れておきますね。ではマーカーのところです。ここはちょっとハートをね尖った感じにしたいので、まず細編み1つ編んで、鎖編み1、2と編んで、同じところに細編みをします。これでハートが尖った感じになります。では次の目からまた同じように1目に対して1目細編み2枚重ねて細編みで編んでいきますね。では次は反対側が立ち上がりの目になっています。ここに入れていきます。続けて編んでいきます。一周編んできました。では最初の細編みに引き抜きます。そして後ろ側はまだここ編んでいないので、今度こちら側1枚だけ編んでいきますね。細編みです。すべての目に細編みをしていきます。そしてマーカーの入っている目ですね。中心のところです。ここは、ついでにボタンのループを一緒に編みます。まず細編みを編んで、鎖編みを10目編みます。そうしたら同じところにもう一度細編みです。これでボタンのループになります。残りの6目ですね。ここも細編みを編んでいきます。
6目編んだらこちら側のこの目に引き抜き編みをします。これで糸始末をします。裏側に糸始末しておきます。この糸も糸始末しておきます。余分な糸はカットします。本体がこれで完成しました。ではここにボタンをつけていきますね。では糸を50センチほどの長さに切って揃えます。こちら側は輪っかのままにしておきますね。針に糸を通します。それではこの辺りですね。そうしたらボタンを通してこのループの間をくぐらせます。こうすると玉留めしなくても糸が抜けないのでいいかなと思います。で、裏側に針を出して玉留めしてもいいですし、こんな風に後ろで何回か糸を絡めてこのぐらいしておけば、抜けてくることもないと思いますのでね。ではこれで糸をカットします。これでハートのポーチ完成しました。サイズですね。横が13センチぐらい、高さが12センチぐらいになっています。これは編む糸の太さであるとか手の加減ですね。目がきついとか目が緩いとか人それぞれ加減が違ってきますので、それによってサイズは若干大きくなったり小さくなったりすることがあります。あくまでもサイズは目安としてください。でこのまま使ってもらってもいいですし、例えば100均で買ってきたんですけどリボンのパーツをつけたりだとか、これはスレッドコードっていうのを編んでリボンを結びつけたものですね。こんな風にしても可愛いかなと思います。まずは編みたい長さの3倍ぐらいのところ糸をかけて手に持ちますね。ここで作り目をします。鎖編み1目編んで糸端側を針に手前からかけます。この2つのループを引き抜きます。手前側から針にかけて引き抜きます。手前側から針にかけて引き抜きます。これを好きな長さになるまで編んでいきます。今25センチぐらい編んだところです。で最後鎖1目編んで糸を切ってこの糸をこのスレッドコードの中に隠しておきます。
余分な糸はカットします。リボン結びのやり方を説明します。まずはこの5目一度下真ん中のところですね。ここにコードを通します。そうしたら左側でまずループを作って右側をくるっと回します。こちらもループを作ってこの間に通します。これで形を整えます。はい、リボン結びができました。